When you're running out of luck, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off. ハイトス系でめちゃくちゃ切れるやり方、ブラジルのカルデロン選手が、あとオーストリアのガルドス選手がよく使ってるやり方を制作させてもらいました。2人サーブめちゃくちゃうまいんですけど、2人がやってる超激切れ、超切れた下回転サーブを皆さんに教えます。ステップ1なので、一番スピンがかかるのは下回転はこれが安定して低くなりやすい。こっちだと前に行っちゃう、回転が弱い。で通常のラケットのは水平で切ると超切れるんですけど、もっとめっちゃ切って戻すっていう感じだったら、こうえぐるような面でやるとめちゃくちゃ切れます。こうえぐる、マックスボールの左下をこすり上げる、こういう感じでやると超切れます。コントロールが難しいけど超切れる、超切れる。ステップ2、えぐるようにやるとすごい回転のマックス値がどんどん上がってきます。でこれを実際今度は試合で安定させていく方法なんですけども、大事なのがトスを高くする。できる限り膝を使って真上にトスを高く上げてください。これが高ければ高いほどえぐり面で低く入ります。低いトスだと、えぐったままだとバウンドが上がります。だけどトスを高く、膝を使ってトスを高くして真上に高めに上げると、そうするとですね、ラケットを少しこうして後ろにえぐるような面にしたのを見てください。ほら最高。トスを高くして真上に高めに上げると、そうするとですね、ラケットを少しこうして後ろにえぐるような面にしたのを見てください。ほら最高。だいぶ低く切れて短く入りました。なのでトスを高く上げるとえぐり面が簡単になるんです。さあステップ3、1回振って前腕で、当たる瞬間に前腕プラス手首、1回振って前腕プラス手首で、遠心力がすごいかかるので、遠心力で先端の方でグワッて切ってもらう。遠心でこうえぐるような面ですね。えぐるような面で先端の方でグワッてやってもらう。そうするとやばい、超切れる。うわー超切れる、やば。短く低く手前で戻る。やばい、めちゃくちゃ切れる。うわー超切れる、やば。短く低く手前で戻る。やばい、めちゃくちゃ切れる。ステップ4、最初の構えるときは姿勢を低くしてもらった方が膝をうまく使いやすいですね。状態高いものだとトスを高く安定して上げれないのに、姿勢を低くすると綺麗に上に上げやすくなります。で1回振って前腕プラスティック、やばい、やばい。バウンド位置とか気にしなくていいです。このサーブえぐるだけでもう勝手に短く低く入るっていう状態になります。ステップ5で、どうしてもこれでもサーブがこうやって高くなっちゃう、安定しない方は高い位置で当たっちゃうとやっぱこうバウンドが上がっちゃう、高くなっちゃう、不安定になりますので、できる限り低いとこトスを上げて、できる限り下低いとこ低いで、台のこの白いの低いギリギリ耐えるで、低いここでグッってやると超低く出ます。だから要するに膝をトスを上げるとき膝を使うって言いました。で落ちるときも切る瞬間膝を落とす
と姿勢が低くなります。だから姿勢が低くなったら当たる位置がここだったのが足が伸びてるとここ。でも膝を落とすと打球位置が低くなる。ほら低い。じゃあ膝を使ってちょっと低めに意識するとほらほらほら姿勢当たる瞬間こうする低くするような感じやるとほらほらほら低く短く切れるっていう状態が出せます。低くするような感じやるとほらほらほら低く短く切れるっていう状態が出せます。ステップ6で、この時にですね、こう膝を使って落とす打球位置が落ちるってことは、要するにここ胸のあたりでここ胸のあたりで小さく速く小さく速く小さく速く薄く速く薄く速くっていう感じで切ってもらうとめっちゃ切れます。ここなんでここそこダメだから胸のあたりでカッブチーいきますよ。膝を使って胸のところで小さく速くってやったらこうやって低く切れます。このところで前腕プラス手首で小さく速くこするようなイメージでクックックッいきますよ。あ、来た。さあカラースイングない状態で前腕プラス手首で先端に当てる気味でやってもらうとそれでもめっちゃ切れます。カラースイングない状態で前腕プラス手首で先端に当てる気味でやってもらうとそれでもめっちゃ切れます。ハイトス系でめちゃくちゃ切れるやり方の出し方ですね。ブラジルのカルダノ選手がよく使ってるやり方を制作させてもらいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。